どうも皆さん、こんにちは。国家資格自動車整備士が見る3銘柄11月決算、ちゃんと分析する。11月は決算ラッシュでしたね。で、今更なんですけど、僕、自動車整備士のプロだったんですよ。なんで、投資家の専門家でもない人たちが、なんか自動車銘柄に対して、あーだこーだ言って、やっぱりプロからすると、言い訳ばっかりっていうかな、作るんだよね。すごく納得しないし、逆もしかりで、機械工学系と投資系以外は僕はもう全然さっぱりわからない。じゃあ自分のね、得意なところを分析していこうと思ったんです。はい、今回はこの3銘柄、トヨタ自動車と三井トラスト、あとは日本マクドナルド。これを概要を言うと、まずトヨタ自動車、日産自動車が9000人リストラしたと騒がれていますよね。で、社長の給料が6億円に対してバカじゃないのって。まあそれはさておき、僕たちが利益が出るようなエントリーすれば全然問題がないわけ。日産の株価暴落に引っ張られて、トヨタも影響されてるんじゃないか。配当利回りとか、業績っていうのはどんどん割安懸念になっていってるチャートでね。じゃあいつが買い時なのかっていう分析をしていく。三井住友トラストに関しては、これは王道の順張りのトレンドが形成されているチャートなんですけど、この資本がめちゃくちゃ大きくて、サービスの内容が株式投資とか不動産とか、日本の人口が少なくなろうが、投資する人たちというか、金額っていうのはどんどん大きくなって膨れ上がっていくものだから、現役のシナリオっていうのがないんですよね。だから今のうちに仕込んでおくと、これ長期で見てもすごい確実に儲けるんだろうなと思いました。もう一つ、日本マクドナルドホールディングス。これは別に僕が得意でもない機械工学系でもなく投資系でもないんですけど、株主優待をメインとする人たちにとっては、日本マクドナルドがどんどん割安なチャートに落ち込んでいるっていうのがわかるんですよ。で、定期的なレンジ相場になっているので、そろそろ買い時だな、いつかなっていう底値ハンターが買いを上がっているっていう感じなんですよね。僕としてはちゃんと業績を確認して、どんどん割安になっているんだったら、株価上昇に向けてのバイアスっていうかな。そういう上昇させようというような圧力が水面下で出来高で生まれてくるはずなんですよっていうので、それを分析していきます。はい。というわけで、受ける銘柄というよりは、僕が利益を純粋に出したいと思える銘柄を分析していきます。証券番号7203のトヨタ自動車。近年の自動車業界の株価ってね、僕好きでずっと観察してるんですけど、芳しくなくて、自動車整備士の僕からしてね、このようになんていうかな、業績も良くて配当も上がっている。問題はいつエントリーするかなんです。特に業界については僕が自動車のプロでトヨタの投資家から下げトレンドの扱いで売られてきているのが実態で、割安度はどんどん高くなっている状態。ほら、この価格別出来高を見ても、週足にしてみるとね、去年の3月あたりからずっと下がり続けてるんですよね。1年以上も長期で保有してる人っていうのは、今になって急に売らないんですよ。っていうと、短期でトレードしてとか売りをかますような人たち、信用取引で6ヶ月信用みたいな制度やる人は、ここでは今エントリー普通しないんですよ。この数年のレンジで言うと、だいたい中間レンジ、ここでエントリーするかっていう話。インフレーションがどんどん進んでいって、企業の価値、評価額っていうのは上がっていってるので、もうこれ以上下がるってことはないんですよ。底値を打ったような感じもするので、買ってもいいんじゃないかな。他の銘柄、魅力的な銘柄、資金効率を高めるためには、他の会社との比較っていうのが大切なんで、今回はトヨタ自動車と日産自動車、これを比較していきました。この会社は世界最大級の自動車メーカーであり、もう、失われてきた日本。もう、残るものはあと自動車くらいしかない。もう唯一誇るべきメーカーですね。それでも Google とか Amazon とかには到底及ばなくてね、日産を吸収合併して取り込んでいく。そしてグローバルを相手にして立ち向かっていかないと、日本の企業というのは生き残れないと思いますよね。主軸っていうのは、車を売ってそれが 100% かっていうと全然そうじゃなくて、もう国にもだいぶ絡んでいる金融サービスとか情報通信業、最近グローバルな市場でも高い評価っていうのを受けている。日産とは対照的なんだけど、車に詳しくない人たちっていうのは、日産も落ちてるから、トヨタも売られるんじゃないか、みたいな扱いを受けちゃってるんじゃないかな。決算単身を出したのが11月6日で、その決算単身によると、2025年3月の配当成功は 33.4%、
これはトヨタが稼いだ利益の約3分の1を株主還元として配当に当てていることを意味しているよね。一般的に配当成功が 40% であったら財務っていうのは安定していて、投資に使う金額とか従業員のもしもの時の蓄えっていうのを安全マージンを取りつつ株主に利益を配当に回す余力があるっていうのを意味するんですよ。あまりこれがないとね、もう企業の体力は持たないじゃんということで株価っていうのはあまり上がらないというかな。あまり買いたがらないじゃないですか。今回の決算資料を元に作り上げたトヨタと日産の株価指標の比較ですね。株価収益率。一般的に PER が低いほど株価は割安とされていて、日産の低 PBR は割安じゃないのって言われてるんじゃないかな。でも実際はもうその先が見えないというかな。技術で言うと、くだらないものを作って、自動車整備士のプロの僕としてもね、EV を使ってすごいだろうって言ってるけど、それはシリーズハイブリッドって言って、単純にガソリンエンジンを発電機と使って、それに対してトヨタっていうのは発電機もあるし、駆動力、本当に必要となったらモーターとエンジンと組み合わせてっていう、そういうバランスをするコンピューターが搭載されて、そのノウハウっていうのは世界にはなかなかないっていうか、特許でね、がんじがらめにトヨタが取りまくってるので、作れないんです。そういう将来的に使えるような技術っていうのを考慮すると、日産っていうのはもう売るものがない。走りも悪い、見た目も悪い、割高みたいな車をわざわざ買わないといけないのみたいな。SNS だと叩かれちゃうので、これだけ売れないので広告費を打って、利益率っていうのは下がっていっちゃってる。っていうので、この場合 PER は実際に出た利益に対してなので、この先どんどん利益が下がるっていうことは、割高に一気に触れる時があるはずと僕は予想しています。みんながそう思ってるでしょうね。次、PBR です。これが1倍を下回るっていうことは、会社の価値よりも割安に判断されてる。株を公開して、もっともっと会社を回していくぞ、人を回していくぞっていうとこなのに、なんか会社創設に使ったお金よりも少ない金額しか入らなかった。じゃあもう上場しない方がいいじゃんというような、もうひどい扱いなんですよ。経営者無能だっていうような、そういう扱いを受ける。PBR っていう指標っていうのは1倍割だから絶対ね買いかっていうと全然そうではない。これはね、どちらかというと不況時に使われる指標で、割安を探るときに使う、しかも業績がいいのにみたいなそういう条件を満たしたときに機能する指標なんですよね。実際に日産の低 PBR っていうのは過去の経営の課題とか業績の低迷が影響してこの数字になっています。日産の規模っていうのは大きいものの実際に資金が出してくれる人がいないということで 0.43 倍になってる。トヨタっていうのはその分まだまだ将来性があると僕が思っているので、投資家や関連企業も資本を出し合って 1.2 倍会社より多くの資金を仕入れることができて回している。で、どんどん増やすことができるよっていう、強気の数字になっているんですよ。じゃあ続いて配当利回りに関しては、日産が 2.52%。まずその時点で日産はもうね、配当をなくすとか言ってるので、もうこれは比較ならないですね。出すか出さないか、0か1かっていうと、もう完全にトヨタに軍配が上がります。売上利益率は、トヨタの方がやっぱり高い。前回の解説した動画にあったように、日産って売れないから広告宣伝費をバンバンやれるとの関係で手取り分の利益っていうのが減っていってる。身を削っている状態。で、ようやく売れてるような感じもする。もういよいよ自分の企業のブランディングを行うとか、技術の開発っていうのをもう真面目にやれと。じゃないと、吸収合併されちゃうぞと。純利益率も同様ですね。トヨタ自動車は収益とか、配当利回りの面で、全てにおいてっていうかな、日産自動車は上回っていて、これから下がっていって、日産が買いか買いじゃないかっていう話に対して、さらに魅力が増す銘柄のはずなんですよ。投資判断としては、トヨタ自動車がより安定した投資先と考えられる。正直言ってこの日産自動車って現代は絶対に触れちゃいけない銘柄ですね。話題になってるからといって500円未満で買えちゃうから買っていいかっていうわけじゃ全然ないですよね。日産って9000人のリストラをしておいて、社長って給料いくらもらってると思いますか？これってね、6億5700万円。いやー、バカじゃないの？一般の従業員の年収、日産は877万円。これを元に計算すると、社長の報酬というのは一般の従業員の75人分に相当すると書かれているんだけど、いや、高すぎでしょ。870万とか。僕の会社員の時、年収って230万円でしたよ。役員とか、
高級取りの人たちがそれ平均上げてるんだよね。これを見てるみんなも給料どう？年収800万、900万あるの？社長の報酬6億5700万円を僕みたいに従業員230万円に換算すると286人分になるんですよね。9000人リストラして、なんで社長は6億5700万円もらうのってね、そりゃ不満が募っちゃうよね。なんでこんなの公開しちゃうのかな。はい、トヨタ自動車の業績11月6日の決算単身、これを分析して数値化しました。財務健全性は23点です。これは総資産が 1% 減ったって言っても大きな減少ではなく健全な範囲で、有利子負債っていうのが若干改善した。まああまりにも巨大すぎるので、89兆円っていうのはもう、この 1% ってどれくらいなのかね。で、余剰資金っていうのもたくさんあって、世界的な経済変動に対する体制っていうのを持っている。まあそう簡単には潰れないよね。成長性は25点満点中18点。成長率っていうのはポジティブなんだけど、利益が減少しているのが足を引っ張っています。特に北米での利益の低下、それが減点のポイントです。あとは電動化へのシフト、EV、ハイブリッド。これってヨーロッパからはすごい嫌われてるし、中国がこの EV 市場をたくさん席巻しているので、トヨタがそれに入れるかっていうのは決算資料ではわからない数字じゃないですか。それは未来のことで、今回のような実績の数字じゃないので、ということで18点と低めに取らせてもらってます。市場ポジションに対しては22点。これは世界最大級の自動車メーカーとして幅広い市場シェアを保持している。ハイブリッド技術で圧倒的な優位性を持っている EV 市場に参入が遅れたなと思うものの、僕は適正な判断だと思います。EV っていうのはまだまだ技術面でエネルギー密度っていうかな、エネルギーを溜め込める技術っていうものがないんですよね。リチウムイオンバッテリーって言っても、やっぱりガソリンの燃える時に発生する莫大なエネルギーっていうのかな。それには到底及ばないんですよね、まだまだ。本当に技術革命のバッテリー革新がない限り、そういう EV の技術っていうのはもう外注から買った方がお手頃だし、研究っていうほどでもないです。将来性は20点。もう少し高くすればよかったかな。3点くらい。人間の意識に対しての点数、これは78点。もともと個人投資家の注目度が高くて需要っていうのは良好。出来高っていうのは、僕みたいに割安だからもうそろそろ買ってもいいんじゃないかな。日産とは違って業績いいもんね、みたいな投資家が多い中、出来高っていうのは増加傾向にある。ニュースの認知度っていうのはもうほんと圧倒的。EV 戦略が注目されて関連ニュースっていうのは多いし、そのニュースにわざわざなるっていうことは株価上げるよ。買い時だよ。それか、機関投資家がもうすでに買っていて、もっと上げてほしいな。なんか、個人投資家の雑魚が買い集めて、もう少し株価上げてくれんかな。利益の一部になってくれ、みたいな。こういう時にニュースになるんですよね。だからニュースになった時にはもうちょっと遅い時が多い。配当利回りが 3.38% で優れてるので、より注目度っていうかな、大きい企業も長期として保有しやすいと。で、トヨタの財務健全性とかそういう業績を考慮して買うか買わないかっていう判断。車は好きなんだけど残念ながら、保留という結果になりました。中長期的には電動化戦略が業績にポジティブな影響を与える可能性があるけど、未来起こることって、お前は神かって、すでにある実績で判断しないと、未来を予想してその期間が長ければ長くなるほど、1年後の自分なんて、っていうか、1週間後の自分だって何やってるかわかんないかもしれない人たちが多い中、じゃあそれ投資して大丈夫？それ1か8か適当やんってね、数字を見て判断すべきです。あとはその電動化っていうのは構造がシンプルな部品で構成されていて、作ろうと思ったら個人 YouTuber でも制作できるほど容易です。部品点数で言うと10分の1以下、技術で言うともっと低いです。電気を流せば動く、それだけなんで。ガソリンを燃焼して膨張するエネルギーを動力として回収してタイヤに伝えるまでのプロセスっていうのは非常に複雑で、もうまるで化学反応の実験施設なんですよ、車っていうのはね。技術力っていうのがみんなが普通に乗ってるけど、人類が一回滅亡してもう一回車を作りたいなみたいな感じになると、これ何年先になるかわからないです。例えばこのヤリスっていうのがね、マイナーチェンジで出ましたよね。すごいんですよね。エンジンっていうと、レース車両をそのまま販売してるようなトヨタヤリスっていうのは 1.6 リッターっていう小型車の排気量でありながら、馬力はね、アップデートされて300馬力超えてきて、トルクもね、400ニュートン超えますからね。助手席に彼女を乗せてフルパワーで加速したら気絶するぐらいの勢い。ホンダシビックタイプ R より断然速いですね。世界最速の FF がホンダシビックだけど、結局は四輪にはかなわない。
あとは馬力だってもう大差なくなってきている。トルクに関してもね、ちょっとトヨタなんで、おまけトークで。なんでトヨタってこんななんかマニアックな車出したかって、世界一一番速いラリーカーを販売することにはなったんですよね。いや、逆かもしれない。ラリーに出場する車両の条件っていうのは、FIA の国際自動車連盟の規格によると、市販車をベースに改造された車両で、過去12ヶ月間に少なくても2500台以上の生産が必要ですって書かれてるんだけど、トヨタすごいよね。先にレース車両を販売したっていう、もうすでに認知度がある企業だからできるわけで、ラリーに出場するためにラリーカーをそのまま販売したようなもの。FIA 国際自動車連盟の大半っていうのはヨーロッパの人たちが作った仕組みなんで、よそ者がやっぱりこういうチート的なずるい方法で勝利してさぞ気に食わないでしょうね。まあでも、その条件っていうかな、ルールを作ったのは向こうのヨーロッパ圏内の人ですからね。やっぱこう、日本企業っていうのはこういう勝利することに、プライドっていうのかな、意地っていうのがあるので、すごい日本企業として、僕としてすごい誇らしいです。ほら、1990年代の日本っていうのは僕もなんとなく覚えてますけど、バブル経済の崩壊に伴って、車に対する社会的評価や需要が大きく変化しましたよね。モータースポーツ、改造車両とか、公道を走行していることに対してね、うるさいとか、危ないとか、そういった否定的な意見が増えて、社会からスポーツカーが消え去ったみたいなことが一時ありましたよね。また、経済状況の悪化によって、自動車って維持費高いじゃんとか、購入費用が負担って感じるような演出のニュースが広まったり、若者を中心に車離れという風潮が広まりましたね。この時期、多くの人々が車を所有することに経済的負担を避けるために、自転車とか公共交通機関っていうかな、日本っていうのは貧しくなっていったんだよね。これらの社会的背景っていうのは、モータースポーツの文化っていうのが自動車産業全体に影響を与えて、日本の成長率の低下につながっちゃって、不況をより加速しちゃった、失われた30年のデフレになっちゃったんですよね。さすがに気づいたらそうなんですよね。車の企業っていうかな、トヨタを中心とする自動車産業が日本の国を回していた。あとは金を持ってる企業が正義っていうような最近の SNS っていうかな、広告をバンバン打てるし、正義っていうのが変わってきたということで、自動車紹介の YouTube チャンネルっていうのが人気で、自動車業界のカテゴリー自体がこういっぱい宣伝広告も打つもんだから、面白い動画を作ろうと思ってテレビみたいになってきた。で、僕はそういう車が好きなので自動車整備士になったんですよ。車に興味を持つ人がどんどん増えて盛り上がって、外に出るきっかけになればね、世界はどんどん幸せになっていくんだろうなと予想しています。なんだかんだ言って世界は改善していっている。外出することで、それで彼女と出会って結婚するというプロセスがきっかけとしてね、できるから、やっぱり種をまかないと発芽しない。投資やデイトレード、食事的なね、すぐ欲しいっていう利益を生む一方で、孤独感とか満足感の欠陥っていうかな、足りないよみたいなところがあるんですよ。一方で配信活動を通じて、僕です。コミュニティを築くことで、同じ、そうだみたいな志を持つ人々と交流してね、精神的な幸せっていうのを得ることができて、やっぱりこれが僕の計画だったんですよ。欲しいものはそれ。僕のブランドとか、みんなから必要とされる。それがその長生きをするっていうかな。生きる力になっていく。顔出しをすることによって、視聴者との信頼関係が深まって、個人ブランドの確立につながる。これは視聴者が情報だけじゃなく、発信する人、僕にもその価値を見出すことができるんじゃないかな。一方、顔出しをしないコンテンツ型のチャンネル、株主優待ライダーですとか、情報自体に価値が置かれていて、発信者の個性が重視されない。そうすると、いや、だったらもっとわかりやすいチャンネルの方がもういいや、みたいな。どんどん株のチャンネルっていうのは増えていってますからね。で、それっぽい質問はできるんだけど、自分のブランドの設計っていうのはできていないんじゃないのって。AI の技術の進化によって情報提供型っていうかな。AI で情報って調べてくれて要約して Google でもね、Gemini っていうものかな。チャット GPT で僕だったらそういうものを要約して伝えることができるようになった。でも結局信じるっていうかな。信じるもの、頼りたいもの、いつも見たいものっていうのは生きた人間なんですよ。なんでかというと物語があるから、一緒に悩んだりとか、キャラクター性があるっていう無機質なものが好きってなる人っていうのは、石が好きなんですとか、この人がすごいなんか、この石なんか表情が変わって、みたいな、ちょっと頭おかしいんじゃないのって思っちゃう。AI と僕みたいな生きた人間っていうその違いっていうのは信頼感とか人間関係であって AI には代替できない価値を持っているんですよ。最終的には視聴者と関係性や
信頼を築くということが長期的な成長で、このチャンネルや僕の資産を増やす。それは資産っていうのはお金以外にもね、幸せっていうものはそれ以上、お金以上の価値があると僕は思ってるんですよ。まあ話がね、本当に長くなったんだよね。で、次の話行きましょう。証券番号8309三井住友トラストグループ。決算資料の発表日は11月12日。この会社は日本の代表的な信託銀行グループであったり、みんなの年金の積み立て、イデコとか、ニーサとか、そういう資産の運用、信託、リース業務を中心に展開していて、その他にもね、法人、個人を通した多角的な金融ソリューションやっていて、不動産事業もやっている。なんといっても時価総額が2兆6900億円って言ってなかなか株価は動かないよね。だから安定志向の運用となります。このチャートを見ての通り、順張りの投資になるので、逆張り投資っていうのは、経験者じゃないとダメっていうか、精神やられるんですよね。配当利回りは 3.9%。で、配当性志向は 40% が基本。今回は記念配当が加わって 100% となりました。3.9 なので、投資先としては魅力的で、時間でカバーすることができて、で、順張りで含み益が出来上がるわけですから、心理的負担もない。それは買う人全体がそうなので、売る人がいない。だから株価が下がりにくいようなチャートが出来上がってるんじゃないかな。じゃあ、今回の短期決算で資料作成を行って、点数で分析、評価しました。財務健全性は25点満点中20点。自己資本比率っていうのはまあ低いけど、それで銀行、だから他人から借りているので自分資本ではないんですよね。だから自己資本比率とかそういうのは当てにならない。なんだけど安定した資産運用に実績があるということから20点。成長性っていうのは日本の人口は少なくなろうと、投資する金額っていうのは増えていく。そして株価っていうかインフレーション、日本の円の価値が下がっていくっていうと、株価の投資信託の評価額っていうのは上がっていて当然。なので25点満点中22点。市場ポジションは25点満点中24点。なんて言っても時価総額が3兆円近くいって国家予算に匹敵しますから、業界で確固たる地位が確立できている。将来性が25点満点中23点。長期的な金利上昇の局面。これが追い風になりますよね。預けているだけじゃマイナス金利になって逆にお金取られてくる誰かに貸さないとみたいな時代が、まあ別にお金置いとけば増えていくから別にそういう儲け方もいいんじゃないかみたいな。銀行が強気になっていくことで、より金利を高く釣り上げても借りてくれるような顧客っていうのがね、出てくるから、利益率っていうのは上がっていくんじゃないかと思ったので23点。ということで、総合評価は89点と、まあまあ高い。これは89点、絶対値ではなくて、業界によって異なるんですよね。自動車業界と投資信託、これが高いか低いかは、まあわかんないでね。その銀行の分野ではね、人間の意識を見てみました。信用倍率は低水準で注目度っていうのはやや限定的です。まあ大きすぎるっていうかな、規模が大きすぎて、チャートの上下っていうのが変動が少ないので、あまり旨味がないもの。なんで、信用倍率をかけてくる、攻めの投資家っていうのは少ない。それゆえに株価が安定しているんじゃないかなって。出来高も安定推移。で、認知度っていうのは、三井トラスト。何の会社だって規模だけ大きいんだけど、全然その知名度がないということで、まあいろいろ含めて、75点です。なんだっけ、これが高ければ、信用倍率、認知度が高ければいい、低ければいいっていうもんじゃなくて、戦略が違ってくるんですよね。あまり知られていない人間の意識が低かったら、ニュースになった時点で出来高っていうのは上がる。だから株価っていうのはすごく上がりやすい。逆に最初から高いよっていう場合だったら、出来高の抜けっていうのが考えられる。そうすると株価が下がりやすくなる。だから業績が悪かったら本当にダブルパンチなんで、すぐ損切りした方がいい。結論です。買いか買わないかっていうと、トヨタがね、ちょっと保留って言って残念だったので、次はね、こう買ったらいいよみたいな銘柄を紹介できればいいなと思ったので、買いの銘柄を持ってきました。投資判断として配当利回りが高くて、業績もね、成長傾向を示している日本では珍しい企業かなって、長期的な資産形成を目指す投資家に適している。だから僕みたいな資金が700万円ぐらいで少ないよっていう人でも1億円持ってるメンバーの人って言っても全体的に値触りないっていうかな、買ってもいい銘柄です。キャピタルゲインっていうかな、資産分散において安定収益に重点が置かれたような戦略に適しているんじゃないかな。金利上昇の局面を背景にさらなる成長っていうのがこの株価に影響されてるんじゃないの？これは僕も買います。3800円で逆差し値を設定しておきます。今の値段は2664円で差し値をしてしまって下の方で買ってしまうと
弱い相場の時にエントリーしたことになるので、購入して保有した直後に含み損を抱える可能性っていうかパターンなんですよ。そうするとすごく精神上悪いし、資産効率の時間の割にずっと値上がりしなかったらっていう結果を出さないので、こいつすごく悪いんですよね。だったら高くても上がってる最中に購入する方が正解というのがテスタさんでもおっしゃってました。もう少し予算があるんだったら4000を超えたら買い増しをする。まあこれはないと思いますけど、3000円のラインを下回ってきたらもう一回なんでかっていうニュースを見るなり、細分析の必要があります。最後行きましょうか。証券番号2702日本マクドナルドホールディングス。株価を見てみると、マクドナルドどんどん下がっていってるじゃないですか。なんでかなと思って業績を分析しても全然そんな悪いっていうことではなかった。単純にレンジ相場を行き来しているだけですね。で、直近の10月の6900円ぐらいから6100円とか1000円ぐらい下がってよ、すごいお得じゃん。マクドナルド美味しいよね。健康に悪そうな油で揚げたサクサクの香ばしいポテトがわかる？音が聞こえてくるよね、脳内で。ピロリン、ピロリンって。健康に害を及ぼすのはわかるけど、まあ、あれは本当に合法ドラッグ、悪魔的うまさ、うめえっていう。そんな株主優待は半年に1回と意外と頻度が高くてね、利益確定になるんだけど、まあいろいろ条件がついたんですよね。日本マクドナルド。これは説明は不要ですよね。主に直営店舗のフランチャイズ、店舗運営を通じて、食品の提供とか地域貢献を目指している。どちらかというと、売って儲けるっていうよりは、ケンタッキーと同じそういう技術を提供して地域に食べる人、そのサービスを提供する人、そういうような環境を作ることで利益を出しているような感じですね。僕たち投資家において健康は何よりもお金よりも価値があるものなんで、マックに通う投資家って僕はあまり見ないですね。お金を払ってまで食べないけど優待で食べてやってもいいよみたいな感じの人が多いんじゃないかな。はい、時価総額は8000億円ちょっと超えてなかなか大きい。で、配当利回りがもうこれ 0.7% なんで全然当てにしない。まあ優待が魅力っていうのは会社自身がね知ってるのか、配当も高くしなくてもいいでしょうっていうような配当成功も 20% で余裕ですね。まだまだ蓄えはあるよっていう。権利日は6月と12月なんだけど、これ上限が1年以上保有しないとダメだったような、つまりクロス株主優待取引っていうのがダメになったんですよね。現物の買いと信用の売りを同時に出して、全く株価上昇に貢献しないよみたいな。もうそこでマクドナルドブチ切れ。だから現物が強制になった。はい、マクドナルドの11月の決算を見て、採点しました。財務健全性は24点。かなり高い。まあ、不況になったらじゃあ物が売れないかっていうと逆に金ない貧乏人がそこにあやかってくる。とりあえず腹が満たせればいいと、油と砂糖を詰め込みにやってくる。年金とか税金を払ってるんだけど、年金もらう前に早死にして国からしてお疲れ様みたいなサイクルが出来上がる。みたいな感じで自己資本比率の高いっていうのもあるし、そういう安定した業績から24点。成長性は22点。これは売上の増加が継続しているっていうこと、すごい面白いですよね。人口が減っていっているのに、売上が増えていってるっていうのは単価が増えてるわけでもないのに、それは貧乏な人が増えてるんじゃないかなっていうのが僕の見立てで、ほら、TikTok やショート動画でもマクドナルドに行列ができて、ドライブスルーも車が溢れて渋滞を作ってるんですよね。何の渋滞だって言ったら、ここ、マクドで渋滞なのじゃあここ追い抜いていいじゃんみたいなところがあるので、どんどん娯楽がこうやって出てきて YouTube で勉強する人たちが減ってきている。僕たちみたいに YouTube を見て勉強するっていうのはまだまだ少数派なんで、バカな人間がどんどん増えていってるなという状態。市場ポジションは25点待ち中25点。マクドナルド以外になんかあるかな？モスバーガーってあるけど、モスバーガーは健康志向と価格帯にもマクドとは似てるというよりは、対照的な感じをわざと作り出してるんですよね。じゃないと負けちゃうから。なんでマクドナルドより高いし、まずいものを売るかって売れないじゃん。だから、高いのはしょうがないけど、うまくして健康なものを地産地消で対象するみたいな。わかんないけど。将来性は25点満点中20点。成長戦略が、まあ全然僕わかんなかったんで、2倍に増えるかっていうと増えない、そういう構想が立てられない。少なくともそういう数字では、確認ができなかった。で、総合得点としては91点と非常に高い点数となりました。人間の心理状況だったら85点。信用倍率は低水準。投資家からの注目度っていうのは安定している。株価が下がってきて安くなったとは言いつつも、まだまだこれレンズ相場のうちに入っていて、まあこれはよくあるよね、みたいな。出来高は堅調で流動性に問題はなし。
変化はない。ニュースとか認知度っていうのは高水準で、広告の戦略的にも知られている企業なんで、やっぱりこう市場ポジションで言うと満点の25点なんですよね。はい、来ました。買いか保留か。結論、買う。安定した業績と高いブランドを持って堅調な成長を続けています。ただし、配当利回りが低いから、キャピタルゲインを重視する投資家向けだよね。あとは、金は払いたくないけど、もらったんだったら、この美味しいやつ食べてやってもいいよみたいな僕みたいな人、健康志向の人たちには向かないんじゃないのって。プレゼントしてすごく嬉しい、もらって嬉しいものなので、友達に渡す。あとは、金券ショップで売ってお金にする。で、売ったものはね、それって申告しなくてもバレないので、節税っていうのにもできる。なんでメルカリってたくさん出回ってますよね。はい、マクドナルド。これは指値で、通常の指値で注文を入れます。これは安くなった時に買っておきたい銘柄だから、三井住友トラストみたいに順張りではなくて下落途中で、しかも長期っていうか株主優待を目当てで買うわけなので、弱い相場になっても全然構わないわけなので、指値で5950円。損切りラインとトレーディング開始、利益確定っていうのはこのグラフを、この図を見てね、入力していってください。アラーム設定ですね。5999円。ここは買い増しはしなくて、予想通りだったなっていうのは眺める程度。この下限値5800円を下回ったら、優待用でもう100株追加する。売却用のキャピタルゲイン用で合計200株持っとくのが一番ベストかな。皆さんは何株買いますか？それともマクドナルドのハンバーガーお金出しても買いたいぐらい好きですか？お疲れ様でした。最後にお金だけじゃなくて大切な話をします。僕は車が好きなんだけど、車っていうのはね、投資じゃなくて負債だって言われてるけど、結局人生って無駄なことをやって、バカなことをした時間の方が先週だったって思いませんか？台風が来たのにバイクで走ったな、北海道をとか、あとはお酒飲んで飲み放題食べ放題で外に出てうえーって全部吐き出して還元してお金を払ったけど何もお腹に胃にも残らなかったみたいな経験、バカですけど面白かったですね。軽トラックの後ろに4人乗って買い物に行ったりとか、はい、これを見ているみんなはどんな車に乗っていますか？スポーツカーっていうのは日常で不便だけど僕は欲しい。それは世界史で絶対に習うナポレオン皇帝の名言があるんですけど、人間は身にまとうものにふさわしい振る舞いをする。つまり人生も身につけるものに影響してくるっていうことなんですよね。これをよくナポレオンっていうのは知っていたので、こういう肖像画を描かせたんですよ。実際はこの右の地味で、壁画にはしたくないようなものですけど、歴史にはこういう左のね、実際にはこんな白い馬には乗ってないし、もう実際はロバを乗ってる。これと一緒なんですよね。YouTube でもそう、自分はこういう人間だとか、友達にも僕はこういう性格だからもっとイケイケだ、俺はお金持ちだ、投資家だ、みたいなことを恥ずかしがらず馬鹿にされてもいい。アウトプットしていくこと、自分が学んだこと、勉強になっていることをこれからやりたい、夢。これをやってるうちに、身にまとうもの、振る舞いにふさわしい地位になったっていうのが歴史的にね、証明されてるんですよね。こんな風にナポレオン皇帝ですよ。王様、大統領、総理大臣みたいな人たちの、これをまとめる頂点なんですよ。王を束ねるオーバーロードなんですよね。僕は愛知県の豊橋市でね、軽自動車に乗っているんですけど、これが僕の人生か。こんなもんかなーって諦めそうになっている時があります。やっぱり高級車に乗るよりも僕は30歳以下なので、スポーツカーでアグレッシブに人生を攻める時っしょ。そうなんだよね。身につけるものでスポーツカー乗ってるから、こういう振る舞いをするべきだ、した方がいいよね、みたいな自分に常に見るたびに言い聞かせていることになるんですよね。つまり、車に応援されてもらっている。身につけるものに応援されている。逆もしかり、投資家として振る舞う。そして、社会ができる。人が集まってくるっていうことが起きる。ちなみにこれはマクラーレンの MP4 で大学の先生がね、乗っていた車なんですよ。その助手席に1時間家まで送ってもらうときに投資について初めて聞いて、これまで投資っていうのはギャンブルって思ってたけど違うんだなって。社会人、サラリーマンで決してこの6000万円の車が買えない。どうやって手に入れたのっていうのを聞いたのが株を先生が話されたきっかけだったんですよ。わかります？もう一回みんな復唱してください。身につけるもので人生変わる。だから自分は実際に1億円持ってなくても自分は投資家だっていう利益を出していない、これを見ている人たちとか、まだやりたいものがあるけど50歳60歳になってなんか言われそうって、そんな年は関係ないってね、金がないとか年がなんとか自分が自分に言い訳して諦める理由を自分に言うんじゃない。人生は夢だらけ。叶えば願えば望めば叶う。僕は会社を創設してみたい。VTuber 事務所もね、みんなは夢、諦めていたこと、これから叶えたい夢、
ぜひコメントで見せてくださいね。いいね、高評価、シェアボタン忘れないでね。人生はいつでも今日、今がスタートラインだ。それでは遊びも仕事も全力でやっていきましょう。それではまた来週。バイバイ。